うちはできて30年ほどの会社なんですけど、テレビ中心にやってきた技術会社なので、皆さんには知っていただくとは時間かかってはいると思うんですけど、スタジオヌーブという名前でオープンさせていただきました。 LED を貼ってある大きいスタジオが1つと、あとグリーンバックの部屋が1つ、企業様向けのイベント配信ですとか、アベマさんの番組ですとかっていうところの配信が多く入ってます。見ていただいたお客さんは結構反応が良くて、いろんな発想をお持ちになってくれてますね。始まった当初は、ソフトエンコーダーみたいなものをメインで使ってはいたんですけど、やっぱりそのソフトウェアなので、いろいろな不具合が起きてきてると、音ずれがどんどん起きてきたりだとか、キャプチャーが捕まえられなくてもう配信直前までドタバタするみたいなことが結構あったので、そういうインターフェースを使うのはやっぱりテレビ出身のチームとしてはなかなか馴染みがなかったっていうか、BNC みたいに挿したらちゃんと絵が来るっていうようなベースバンドが手前にあって、でそれがさえつながれば中のマシンでちゃんとエンコードが進むっていうものを選びたかったんですね。タイミングとしてはですね、去年のフジロックの前ですね、フジロックの配信って大きなイベントを控えていて、安定的に動くエンコーダーを探していたところにブリッジライブっていうのが出てきたっていうところで、ちょっと試しに使ってみて、 RTMP のエンコードだけではなくて SRT のユニの連想ですとかっていういろんな使い方ができて、いいなということで導入に踏み切りました。僕の勉強不足かもしれないですけど、やっぱパイプラインっていう考え方なんですよね。入ってきた SDI に対してどう出力を持っていくかっていうところのパイプラインという考え方なので、1個の SDI に対して複数のプラットフォームに対して違うプロトコルで吐き出すことができたりだとか、 SRT でのユニでの伝送っていうことは、期待している部分で、1個の筐体に対して入れた4個の SDI がちゃんと同期が取れて SRT として吐き出せるっていうところはすごく将来性を感じているところですね。海外の警備イベントとかのミラー配信みたいなことをやるときに、海外からフィードをもらうときはプロトコル SRT だったりするんですよ。それが e スポーツの大会なので長時間にわたるっていうところでいうと、ソフトウェアベースのもので受けられればするんですけど、やっぱ怖いじゃないですか。エンコーダーの発想と一緒ですね。安定的に安心して、精神衛生上心配しなくて済むっていうのは現場のストレスとしては軽減にはなってると思いますね。重要度の高い案件ですね。やっぱり本当に失敗のできない現場、大小あると思うんですけど、やっぱ失敗できない現場には投入したい機体ですね、ブリッジライブ。キープロ GO の我々の使い方としては、ここのスタジオの収録はメディアサーバーが入っているんですけども、その NAS に対しての収録、インジェストができるっていうところですね。MP4 でのインジェストができるっていうところは、そういう使い方が主ですね。それはやっぱり、例えば MP4 で撮るんだ場合、その NAS に直接かけるっていうものは他にないと思うんですよね。それプラス USB のメディアでもそのまま収録が可能っていうことなので、そういうところでは Keepro Go はすごく重宝してますね。そうです。編集までワンパッケージになってるからそういう発想になったと思います。要は物理的にメディアでコピーをすること、その時間を省きたかったっていうところですね。なので NAS に直接収録して、その NAS から直接編集ができて、でそのまま映像を送出してるんですけど、そのソフトウェアがその NAS から見に行けるっていう。であとこのスタジオもそうですけど、普通のテレビ収録でもメディアレスでの収録そのまま編集していただけるみたいな環境は作ってます。ワークフローで言うとやっぱり、OG 断定ですね。もう本当にアナログに変換することなく全てインからアウトまでできてるっていうところですね。 DAD を繰り返すことで音質ってどんどん変わっていっちゃうと思うんですけど、それを繰り返すことなくデジタルのままで処理できる。あとはオープンギアの筐体に対して複数のカード、DDA とかいろんなものを入れてもいっぺんに運用できる。でカード1枚に対して2系統のマックスでマックスができるっていうところですね。小スペースで済むっていうところがまず1個あります。見た目のスッキリさも全然違うんですよね。やっぱりオープンギアの筐体の中にカードが収まっていく。なおかつ他のカードと共存ができる。ニューサイズのものの中でいろんなことができるっていうことですよね。まず最初はブリッジライブだったんですよ。ブリッジライブを先にエンコーダー探してたんで先に買って運用してる中で、このカードがあったらフジロック安定的に動くなとか、NAS サーバーの収録編集っていうところもうまくいくなっていうのは見てたんで、そこでいっぺんにフジロックの手前で買ったという形ですね。すごく便利だろうなと思って買って、やっぱ便利ですよね。